お久しぶりです。アウトドアライフ23のカズです。今回は買い替えたギアについて紹介していこうと思います。たくさんこれまでギアを買ってきたんですけど、最初からこっちを選んでおけばよかったなっていうギアがあるので、そういったギアを中心に今回紹介していこうと思います。ただ今回選んだギアっていうのは僕のキャンプスタイルに合う基準ですので、そういった観点で見ていただければなというふうに思います。それでは早速行ってみましょう。はい、まず最初に紹介するギアっていうのは、キャンプでは欠かせないギアの一つになっているものになります。そのギアっていうのがこちら。皆さんはメインランタンは何をお持ちでしょうか？歴史を遡って今回紹介していこうと思うんですが、まず僕が一番気に入っていたメインランタンっていうのがこのジェントスから出ているランタンになっていて、皆さんジェントスっていうメーカーブランド知っていますでしょうか？こちらのブランドは懐中電灯のメーカーでして、ジェントスが何がすごいかというと、2001年に初めて白色の LED を使ったランタンを発売したメーカーというところで、結構僕自身これが出た時に衝撃を受けて、なんだ LED が使えるランタンが出たぞっていうことで購入して使っていました。しかもこのねジェントスの進化がすごくて、アウトドアに非常に特化したランタンになっているので、 LED なのに防塵防滴で、しかもガシガシ使っても壊れないっていうこのタフなランタンが2000数年代にはなかったので、僕的には衝撃的なランタンになりました。このねランタンの良さっていうのは LED という明るいところ、しかも光の明るさを変えたり、そして光の色暖色系に変えたりっていうところもでき、一石二鳥感のある素晴らしいランタンが生まれたなというふうに思って長年使っていました。ただサイズ感的には結構大きいですので、持ち運ぶのには結構苦労したりもしましたし、このランタンのちょっとっていうところが乾電池を交換式なんですよ。なので乾電池をね入れ忘れたりっていうすることがあって、やってしまったっていうこともあったんですけど、メインランタンとして非常に明るいランタンなので、いろんなところを照らしてくれたことを思い出します。この乾電池をね入れて、だいたい1回のキャンプで半分からもしくは 80% ぐらいを使ってしまうので、次のキャンプに行く時にはもう一回新しい乾電池を購入しなければいけないっていうところの煩わしさが徐々に出てきて、なんかいいランタンないかなというふうに思って次のランタンを探し始めました。またこのジェントスと同じぐらい長くメインランタンとして使ったのがこのもう定番のオイルランタンになっています。このねランタンは 4,5 年前かな、もうなかなか手に入らなくてプレネがついたっていうぐらい非常に人気が出たランタンであるので、多分皆さんも持っているかと思います。このランタンはね一回使ってみるのはいいかなというふうには思います。なぜならやっぱりキャンプに来たからにはこのランタンに憧れもあると思うので、このランタンを使ってみてこういうランタンだなという理解をすることも必要かなというふうに思います。このランタンのいいところっていうのは、そういったキャンプ感を味わえるっていうことがまず一つだし、育てていく楽しさがあるギアかなというふうに思います。オイルを補充することはもちろんなんですが、オイルを吸う芯の部分を交換しなければいけなかったり、使った後にグローブにすすがねついたりする時があるので、それをね磨いたりしたりっていう感じで、なかなかね手のかかるランタンではあるんですが、それ以上に手のかかることによって愛着が湧いていって、なおかつ経年変化を楽しむことができるギアっていうので、本当にキャンプ感のあるギアなので、このランタンはね僕も長く使ったなと思います。このねジェントスのランタンはちょっと動画ではね最初の方しか登場していないんですが、このフェアハンドはちょくちょく今も出てくるとは思うぐらい長く使っているギアかなというふうに思います。ただこの2つをメインとして使っていたんですが、やっぱり時代とともにギアのアップデートもされていって、魅力的なギアっていうのが見つかりまして、その2つに買い替えたギアっていうのがこの
皆さんも知っているゴールゼロっていう LED ランタンになります。このランタンの凄さっていうのはもう知っていると思うんですが、やっぱりコンパクトで充電が長持ちする、そして USB で充電できるっていうところ、しかも明るさを変えることができるっていう本当に必要なことだけをランタンに詰め込み、そしてコンパクトにしたっていうところが本当にすごいランタンだなというふうに思ってメインランタンとして使っているところです。最近ねちょっと心配しているのがやっぱりねバッテリーなので、そのバッテリーが少しずつへたってきているなっていうことを実感しているところです。やっぱりね毎週使ってくると最初の買った頃よりは明るさの時間が短くなってきたなというふうな実感はします。ただこんな毎週ね使っている僕でもちょっと減ってきたなっていうぐらいの感じるぐらいなので、月に1回とか行かれる方には本当に10年ぐらいは長く付き合えるギアなんじゃないかなというふうに思っています。というわけで僕もねこのねゴールゼロをそろそろ変えようかなというふうに思って、この動画でね紹介した新しいランタンを導入しました。そのランタンっていうのがこちらです。これがね LED ランタンで、しかもゴールゼロよりもちっちゃくて、なおかつ明るさもほどほどにあるっていうところで、そろそろこの LED ランタンに移行していこうかなというふうに今考えているところです。ただこんだけねコンパクトにしている理由っていうのは登山にも持っていきたいっていう理由があるので LED ランタンにして持ち運びを便利にしているっていうところです。なのでこれから登山をされる方にはこのゴールゼロもしくはこちらのねランタンがおすすめできるかなというふうに思いますので、ゴールゼロをねガシガシ使っている方もそろそろ買い替えの時期に来たんじゃないかなというふうに思うと、こちらのランタンをおすすめできるのでぜひ購入してみてはいかがでしょうか。そして大変お待たせしていたステッカーがやっと入荷しました。しかも今回新しくグレーの新色を加えて再び大販しようと思います。本当にねこれありがたいことにたくさんの方に購入していただけるので、すぐになくなってしまうので、ぜひ今回公式ショップの方を覗いてみていただければなというふうに思っています。続いて紹介するギアっていうのは、正直ね今もねまだ買い替えようかなっていうくらい悩んでいるギアになっています。寝具系のアイテムに関して今回は喋っていこうと思います。このね寝具系のギアに関してはまだ僕自身正解が見つかっていませんっていうぐらい結構ね寝ることに関してお金をつぎ込んでいるんですが、その中でも歴史を追って説明していくと、最初の頃の寝具系のギアっていうのが鹿番長から出ているこちらのギア、ベストなギアかなというふうに思っていました。正直このギアは今も使っていていろんな場面で活躍してくれています。フォームマットの良いところっていうのは、まず簡単に広げることができるっていうところ、しかも収納も簡単、そしてこのグラムで持ち運びに便利な重さっていうところで非常にいろんな場面で活躍してくれています。このねマットは寝る時だけじゃなくて、例えば花見のレジャーシート代わりとして、花火大会のレジャーシート代わりみたいな感じで、いつも使っているこのペラペラのねレジャーシートじゃなくて、このフォームマットを敷くことによって座布団いらずで結構快適に長時間座ることができるので、僕自身重宝したギアになっています。なので今もね僕は使っているんですが、このねギアの欠点が冬はねやっぱり寒いんですよ。アメニティドームとこのフォームマットで雪中キャンプをした時にもうすごく寒くて寝れなかったっていう記憶があって、やっぱり冬に関してはもっといい厚みのあるマットが必要なんだなというふうに思って、こちらのねインフレーターマットを導入して冬キャンプをねするようになりました。ただ僕自身の体の作りなのかわからないんですけど、このインフレーターマット全般的に寝心地があまり僕自身好きじゃないというか、合わないというか、熟睡できないっていうところで、寒さは防ぐことはできるんですが熟睡できないっていうところで、もう少しいいのないかなというふうに思って、探したところ、いやもう地べたに寝るのが良くないんじゃないかなっていう答えに行き着きまして、そしてコットという新しいギアに手を出そうっていうことになって、じゃあコットは何がいいかなってなった時に、やっぱりちょっと見た目も気にしたいので木製のコットがいいんじゃないかなって言って木製のコットを購入しました。実際ねコットを購入すると見違えるほどキャンプが快適になりました。どんなことが快適になったというと、まずねこのコットがあることによってキャンプサイト、自分のキャンプサイトの居住空間がちょっと1個増えた、広くなったみたいな感覚が
ありました。しかもベンチ代わりに使えるし、テントの中だけじゃなくて外に出して青空の下で昼寝ができるっていうところもできて、自然を感じることによって、このコットは買ってよかったなというふうに思いました。しかも寝心地も良くて、地面と離れることによって地面からの熱の影響を受けずに寒さ、底冷えなどを防ぐことができるので、睡眠の質が向上しました。しかもこのコット、木製コットっていうのは三つ折りで収納するので、すごく簡単に設営撤収ができるので、多分1分もあれば設営できちゃう。1分は大げさだな。3分もあれば設営できるので、楽しむ時間を増やしてくれるギアだなというふうに思っていました。ただどんどんとバックパックだけでキャンプするようになると、快眠で寝たい時にこの木製のコットを持っていくのは無理だなっていうところで、収納式のコットを探すようになりました。ただ収納式のコットで憧れがあるのは、やっぱりこのヘリノックスのコット、値段を見てみると、この値段っていうところでもうなかなか手の立ちしづらい値段だなと当時僕自身思った記憶があります。というところで、じゃあちょっとヘリノックスに近い機能で何かコスパのいいコットはないのかなっていう探したところ、僕が探した時代で一番機能面と値段面がバランスのいいギアっていうのが、このネイチャーハイクのコットでした。というところで、このコットを購入して実際に使ってみたところ、木製のコットよりも寝るところの張り感っていいますか、この寝心地が非常に良くて、少しね弾力があるので包み込んでくれるような寝心地を提供してくれて、これめちゃくちゃいいなっていうところで、このネイチャーハイクのコットが一番ベストなんじゃないかなというふうに思っています。ただ長年ね動画を見てくださっている方は分かっていると思うんですが、破れてしまって、使えない時期もあったんですが、そういうこともあるんですが、やっぱり寝心地だけを取ると、やっぱり収納コットが一番ベストなんじゃないかなというふうに思っています。またこのねネイチャーハイクのコットに関しては、高さを変えることができるので、自分のスタイルに合うコットの高さに調整できるっていうところも魅力の一つなんじゃないかなというふうに思っています。まだね、これだっていう正解は見つかっていないので、これからもね寝具系のギアに関してはどんどんと購入してみてアップデートしていこうかなというふうに思っています。最近新しいアウトドアを始めました。友人に誘われてこんな風に、釣りを楽しんできました。今回はね海釣りに行ってきたんですけど、釣れたので非常に楽しかったです。まだねハマるかはわからないので、ハマった際にはまた動画にしようかなというふうに思っています。はい、続いて紹介するギアっていうのは、キャンプをする上でこれで一番大事なギアなんじゃないかなと思えるギアになっています。そのギアっていうのがこちら。このチェアに関しては一概にこれがいいとは言えないんですが、キャンプを始める際は正直なところ、これから長く続けていくのかわからないなと思う気持ちが最初あったのを覚えているんです。なので最初はね道具にお金をかけずに始めたいな、でもちょっとおしゃれな道具が買いたいなというのが、心理なのではないかなというふうに思って、そうなった場合におすすめできるコスパのいいチェアっていうのは、このニトリから出ているチェアになるかなというふうに思います。僕も購入して長く使っていきました。チェアのいいところっていうのはまず値段です。当時購入した値段っていうのはこの値段で、なおかつワンタッチ式で組み立てることができるっていうところで、それがねこの安さで購入することができるニトリの凄さっていうのに非常に魅力を感じていたのを覚えています。しかも素材がね綿でできているので、焚き火にも強いので燃え上がることもないっていうところも非常に嬉しかったなというふうに思います。意外とねこのチェアは腰に負担がかかるチェアだったっていうところに気づきまして、なんかねキャンプ行ったら腰が痛いなっていう風になって、何が原因なんかなって考えたところ、やっぱり一番長くいる椅子が問題なんじゃないかなっていうところにたどり着きまして、ちょっとね友達のチェアとかを座って確認してみると、やっぱチェアだって
っていうところになって、ニトリチェアのデメリットとしてはこのね座面の部分が結構ねへたれてきてしまって、こう腰に負担がかかるような姿勢になっていくっていうのが分かってきて、こう健康面に直結するギアになるので、ちょっとお金をかけていこうかなというふうに思っていろいろ探していろんな椅子に座ってきました。やっぱり代表格としては、カーミットチェア、ちょっとニトリチェアに似ているこう超上位互換なんですが、カーミットチェア、もうこれはね今でもちょっと憧れはあるギアの一つになっています。ただ値段がえげつない、値段がこんな感じの値段、なかなか手が出せないっていうところで、僕が行き着いたチェアっていうのが A&F のプライベートブランドであるこのチェアに行き着きました。このねチェアは本当に良くて、このチェアのねいいところっていうのは、まだ買いやすい値段、今はねこんな値段で販売されていますが、快適性を向上してくれたギアかなというふうに思っています。座面が高いので首をこう支えてくれるっていうところで、チェアに座りながら寝ることが可能になりました。立ち上がったりするのが非常に楽になって、腰への負担も軽減することができ、寝ることもできるっていうところで、非常に快適性の上がったチェアになっています。収納が非常に簡単、組み立てが簡単っていうところで、もうこれもワンタッチ式で真ん中に集めていくだけっていう感じの作りになっているので、ストレスがなく設営撤収をすることができるチェアになっています。椅子の重量としてはそこまで軽くない、この 2.9kg ということで、しっかりしたギアなので安心してこう体を預けることができるっていうのも一つの良さかなというふうに思っています。このねチェアに関してはもう6年以上使っているのかなっていうぐらい長く愛用していて、裏地がねちょっと剥がれてきたりもしているんですが、そうであってもまだね使いたいと思えるチェアに出会っているので、おすすめできるチェアかなというふうに思います。皆さんのおすすめのチェアもぜひねコメント欄で教えていただけますと嬉しいです。そして新しい YouTube チャンネルを立ち上げました。ここでは前回行った仙台、福島、山形の裏側、アウトドアだけじゃない仙台の街に行った料理屋さんなどの裏側もちょっと紹介しようかなというふうに思いますので、こちらのチャンネルも覗いていただけますと嬉しいです。続いて紹介するギアっていうのは、キャンプをしている際に一番楽しいと思える時間に使うギアの一つである焚き火台について紹介していこうと思います。これはね結構買い替えてきたんですが、買い替えというか追加したっていう感じに近いと思います。これまで使ってきた焚き火台の中で一番ハマったなっていうギアを2つ紹介していこうと思います。まず1つ目に僕自身いいなと思った焚き火台っていうのがこの焚き火台です。ソロストーブのキャンプファイヤーになっています。この焚き火台に出会った時はびっくりしました。このね焚き火台のいいところっていうのは、二次燃焼ができる焚き火台っていうところです。まず二次燃焼っていうのは、普通にね薪を燃やすと高温になって可燃ガスが出てきて、それがね燃えてくれるんですが、こう燃えきらなかったガスが煙となって出ていってしまうんですが、このね煙も燃やしてくれるっていう構造になっているのがこの二次燃焼の焚き火台の構造になっていて、こんな風にね下に穴が開いているので空気の通り道があることによって燃焼効率を上げているっていうような焚き火台になっています。なのでもうこのね初めてこの構造の焚き火台を使った時はびっくりしました。炎は綺麗やし、薪も全部燃えてくれるしっていうところで、これはなんて素晴らしいんだと思って使っていたことを覚えています。このキャンプファイヤーっていう大きさだけじゃなくて、この下にライトとタイタンっていうちょっとね小さめのソロストーブがあるんですが、キャンプファイヤーの上にもレンジャー、ボンファイヤー、ユニコーンってさらに大きな二次燃焼できる構造の焚き火台が用意されているので、自分にね合う大きさの焚き火台を選ぶのがいいんじゃないかなというふうに思います。ただ一つ不満を挙げるとすれば、このねキャンプファイヤーに合う薪を入れないと二次燃焼してくれないので、薪を買ってそのまま突っ込むっていうことで二次燃焼は起きないので、そういったあたりの薪を切る手間っていうのはあるかなというふうに思います。そしてこの焚き火台のスペックとしては、重さがこんな感じ、高さ、大きさがこんな感じっていうことで、非常にね持ち運びやすい大きさの焚き火台ではあるんですが、この形をカバンの中に入れるともうバックパックの中を閉めてしまうので、もうちょっとね持ち運びに便利な焚き火台が欲しいなっていうところでいろいろと使ってみたところ、今のところベストな持ち運びの
焚き火台はこのベルモントから出ているタビというチタン製でできた焚き火台がベストかなというふうに思います。この焚き火台の良さっていうのはもう A4 ノートサイズぐらいのコンパクト性であったり、軽さがね、この軽さっていうところで全然重さが気にならない。しかもしっかりと通気口が出ているので空気の通り道があるので燃焼効率もそこまで悪くない焚き火台っていうところが僕自身気に入っています。このね、料理をする時に薪と五徳のこの隙間がね大きすぎると薪をどんどんと足さないと料理ができないっていうことがあると思うんですが、それもなく非常にね距離が絶妙なので調理もしやすい焚き火台になっているかなというふうに思います。というような感じで、ソロストーブを使ってたんですけど、この度に買い替えたというか、追加して、用途によって使い分けているっていうような今状況になっています。ただ、焚き火台はねいくらあってもいいので、またねこの2つ以外にもたくさんあるんですが、使いたい時にこう引っ張ってくるっていうような状況にはなっています。たくさんギアを買い替えてきたからこそ自分の基準ができてきたかなというふうに思うので、散財するのも悪いことじゃないかなというふうに思っているところです。これからもねいろんなギアを買って皆さんに紹介していこうと思います。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。